AI が複数の画像を分析してその要素を組み合わせて映像を作り出すとしたら皆さんは信じられますか？つい数日前、業界をリードする動画生成 AI クリンがエレメントっていう新しい機能を発表しました。実際に試してみると AI コンテンツ向けの魅力的な映像がすぐ作れました。この技術は将来商品広告の制作をより手軽にしてくれると実感しました。しかも操作がとてもシンプルで初心者でも直感的に使いこなせる機能でした。今回の動画ではエレメントの基本的な使い方から実践を通して分かった長所短所活用のコツ、そして先ほどお見せした映像の制作過程を紹介します。さらにクリン AI のプロンプトのコツと各機能の使い方を紹介しますので、この動画を最後まで見た皆さんはクリン AI をまるでおもちゃで遊ぶような感覚で使いこなせると思います。多分ね。まず Google でクリン AI と検索してサイトにアクセスします。メイン画面から AI ビデオをクリックしてイメージ2ビデオを選択します。画面にはフレーム、エレメント、エフェクトっていう機能がありますが、エレメント機能では最大4枚の画像をアップロードすると AI がそれらを分析組み合わせて映像を作ってくれます。試しに私の写真を作って生成してみましたが、この機能の最大の特徴は画像の一貫性を維持できる点です。私の顔の特徴がしっかりと保たれているのが分かりますか？一貫性の維持について検証するためいくつかのサンプルを用意しました。恐竜の画像、便器の写真、コーヒーカップを使って恐竜が便器に座ってコーヒーを飲んでいるプロンプトで生成してみました。画面の比率は16対9に設定して動画の数は1本にしました。クレジットを節約したい方はスタンダードモードがおすすめですが、プロフェッショナルモードでは1080ピクセルの高画質の映像が得られるので、私はクレジットの消費が約 1.5 倍も高いプロフェッショナルモードにしてます。ここでもローフィック性は直せないですね。ネガティブプロンプトにはシンプルにエラーと失敗のみを入力しました。生成ボタンを押すと恐竜がコーヒーカップを持って飲んでいる様子が表示されます。 AI は学習データがなくても恐竜はこのように便器に座ってコーヒーカップを持っているだろうと推測して映像を作ってくれる感じでした。思った通りにコーヒーを飲んでくれなかったりコーヒーカップを持っているだけだったり結構苦戦はしましたが、プロンプトを何回も直した結果狙った通りの動画が作れました。すごいのがアップロードした画像が映像全体で一貫性を保ってます。さらにエレメント機能を使えば画像を通してストーリーを作ることもできます。例えば薄暗い空、ピンク色のゴリラ、都会の画像を入れてプロンプトに都市を破壊するピンクゴリラと入力すると空からゴリラが飛んできて都心を壊すシーンが作られました。プロンプトには画像の補足説明を少し加えるだけでいいので初心者でも簡単に使えるのが魅力ですね。人物のテストでは男女それぞれの写真を1枚ずつ入れて遊園地でデートをするシーンを作成しました。結果はまるで恋人同士のような自然な映像になりましたね。ただし人物写真は顔がはっきり写っているものを使う必要があります。遠くから撮った写真では顔の特徴を維持するのが難しくなります。複数人を構成するテストもしました。4人家族の写真を添付して生成してみましたがお母さんの姿は消えました。おそらく AI は要素が多くなると能力が分散されてクオリティが落ちる感じでした。まだこれはマシな方で最初はお母さんが娘の服を着て異国の方が現れましたからね。父と息子の顔の一貫性は保たれましたが2回目の試行では母の顔が娘に似てしまうっていう問題点が発生しました。なので人物の構成は2人が最適で最大でも3人までにはギリいけると思います。エレメント機能では場所の追加やサングラス、靴などの小物を構成する機能もあります。日本人のモデル、白シャツ、黒色のスカート、背景は砂漠にしてプロンプトには白シャツと黒スカートを着た日本人が砂漠に立ってるっていうプロンプトで生成してみました。 T シャツに文字が反映されたまま出ましたが女性の顔の向きは写真のまま反映されたりカメラが離れるにつれて文字の一貫性がどんどん落ちていることが分かります。これまでのテストを通してこの機能が商品販売のプロモーション動画制作にも活用できるのではないかと考えてグッズ、ヘッドフォン、ブランドバッグ、ガグ、車などいろいろテストをしてみました。まずロゴがない靴をミッドジャーニーで生成してネットでナイキのロゴの写真を探して添付してあげました。プロンプトにはナイキグッズの広告宣伝のシーンと入れました。結果は全然出てこなかったです。次は女性に
に Apple のロゴが入っている架空のヘッドフォンを添付して、ヘッドフォンの広告シーンというプロンプトを入れました。女性の髪の毛がいきなり長くなっているのが残念でしたが、ヘッドフォンは違和感なく映ってますね。もう一回回してみると、女性のほくろの数と位置、髪の毛まで完璧に再現されましたが、ヘッドフォンの耳のところの色が商品と違うところだったのが残念でした。次はグッチのカバンとイタリア人の女性を添付してあげました。プロモーション動画らしくカバンに焦点を当てるところはすごいんですが、小指が不自然なのとグッチのロゴが崩れているところが気になりました。次はサングラスをかけている男性の写真にプラダのサングラス写真を添付してあげました。サングラスの文字や文字が入っている雰囲気はなんとなくいい感じでしたが、よく見ると文字が崩れてますよね。次は車を試してみましたが、そもそもタイヤの動きが不自然だったのでダメでした。細かい部分での一貫性がまだ不十分そうだったので、家具と食べ物で試してみることにしました。家具についてはネットから探した写真素材を使って、背景はミッドジャーニで生成しました。結果を見ると全然イケてました。チョコレートから出てくるイチゴも全然悪くないですよね。ただ何の食べ物の宣伝かはわからないです。最後に動物の位相テストとして、猫の写真とバレンシアガのロングコートの数を組み合わせて生成してみました。猫の姿勢と服装の一貫性が見事に保たれていますね。動物をテーマにした AI コンテンツや広告制作には活用できると感じました。AI の理解力をテストするために、日常では見られないようなユニークなシーンも試してみました。スフィンクスの犬、ヒジャブを着た女性の写真を組み合わせて、巨大なスフィンクスの犬がピラミッドを守り、隣に飼い主が立っているシーンを生成してみました。人物の視線に少し違和感はありますが、依頼した要素は十分反映されてました。サーフィングを楽しむドラキュラのシーンでは、ピンクの色の殻が入っているサーフボードの数を使いました。日光の下でサーフィングを楽しむドラキュラっていうユーモアのある映像が生成されましたね。最後にドローンタクシーの内部と都心の写真を使って空を飛ぶシーンを依頼すると、映画のワンシーンのような映像が生成されました。このように非日常的な要素を組み合わせて魅力的な短編映像を作れることが大きな特徴です。エレメント機能を使うコツとして、画像に含まれる要素は必ずプロンプトにも記載することをお勧めします。例えば画像にピンク色のニット帽子が写っている場合、プロンプトにもピンク色のニット帽子を入れることで、より確実に意図した要素が反映されます。実際プロンプトのところに帽子というワードが含まれないと、出力結果に反映されないことがありました。エレメント機能の課題は、画像の一貫性をどれだけ維持できるかっていうところにあります。商業利用を目的とする場合、現時点では高額点をつけるのは難しいです。実際の制作においては、人物や製品の数を制限し、文字の崩れなども考慮しながら確実に実装できる範囲で活用することをお勧めします。クリンにはエレメント機能以外にも、写真と写真をつなげるフレーム機能、カメラをコントロールする機能、動画のクオリティを左右するプロンプトを入れるコツなど、使い方次第でクオリティ高い動画は十分作れます。今から皆さんの動画のクオリティをさらに上げるためのコツを無料で教える範囲で全部教えちゃいます。有料情報はさすがに有料で教えるので、気になる方はプロフィール欄を参考にしてください。まずイメージ2ビデオの隣にあるテキスト2ビデオ機能ですが、クリンの公式紹介で使われているプロンプトをそのまま入れてみると、全然違う動画が出てくるので、全く使うものにならないことが分かります。クオリティ高い動画を作りたい方は、まず画像生成 AI ツールでイメージに近い写真を生成して、イメージ2ビデオの機能で動画に変えることをお勧めします。動画を生成する上で一番大事なのはプロンプトです。クリン AI のプロンプトルールは、写真に写ってるものと動いてほしい動作を英語で書く必要がありますが、毎回翻訳ツールに行って訳してもらったり、ムーブといったざっくりしたプロンプトでは思い通りの動画は生成できないです。この問題を超簡単に解決できる方法を紹介します。Chrome ストアでモニカという拡張機能を入れると、英語が苦手な方でもプロンプトは簡単に書けます。拡張機能を入れると、紫の点にカーソルを持っていきます。すると顔のアイコンが出てくるので、ここに日本語でプロンプトを入れます。最後に英語に訳してと書く
くと簡単な英語の文章がその場で出てきます。コピーのアイコンをクリックしてもいいですし、挿入のアイコンを選択するとプロンプトが入ります。なんとなく動いてほしい場合はプロンプト欄に何も入れなくてもいい感じの動画は作れますが、 100% ガチャなので予想外のことが起きることはあります。クレジットと時間を無駄に消費するリスクがありますね。動画を生成する上で一番厄介なのがカメラが勝手に動く問題です。カメラが動くことによっていろんな要素が崩れるし、意図しない動きをして結局使えない動画を生成してしまうんです。その場合はプロンプトにスターティックショットっていう文字を入れるとカメラが勝手に動くことを防止できます。このプロンプトを入れることによって安定した映像を出力できます。動きが激しすぎて AI 感が強い場合はサートルモーションっていうキーワードを入れたり、スローモーションっていうキーワードを一緒に使うとより安定した動きを出せます。例えば被写体を動かさないで周りの要素だけ動かしたい場合は、車は動かないというプロンプトを直接入れると解決できます。意外とシンプルですよね。プロンプトにはカメラの動きを追加することもできます。例えばスローズームアウトというプロンプトを入れたり、カメラスローオービットライトというプロンプトを入れると自然な感じでカメラの動きを作れます。カメラをズームアウトしてしまうと正直カチャ要素が大きくなります。しかしここはフレームとフレームをつなげる機能を活用すればカチャ要素なしで人為的にコントロールできます。そのやり方を今から簡単に紹介します。ミッドジャーニーのウェブバージョンに入ってエディターを選択します。写真のサイズを小さくして位置を調整すると空いてるところを写真生成してくれます。そしたら気に入った写真をダウンロードしてズームアウトする前の写真とズームアウトした後の写真を添付すれば狙った通りにズームアウトする動画が出てきます。セッティングの方を見るとクリエイティビティとリラバンスを調整するところがありますが、クリエイティビティを高くすると AI はプロンプトをより自由に解釈し独創的で予想外の展開を持つ動画を生成します。リラバンスを高くすると AI はプロンプトに忠実に従って指定された内容に従って動画を生成します。バランスは無難に5対5にするのをおすすめします。モードのところにはスタンダードとプロフェッショナル2種類がありますが、ここは単純に画質と色味の違いがある気がするので動画の動きやクオリティに大きな影響を与えていないことが分かります。カメラムーブメントのところはカメラの動きを直感的に操作できます。 1.6 の最新バージョンでは使えなくて 1.5 バージョンに切り替える必要があります。カメラの動きを最大値まで上げてみると違うものが映ってしまうのでおすすめは2ぐらいですね。最後ネガティブプロンプトですが、ここは私がいつも使っているテンプレートがありますので欲しい方は概要欄を参照してみてください。他の人とは圧倒的な差をつけてクオリティの高い動画を作りたい方は今から教える2つの手順に沿って動画を生成してみてください。まず写真の画質をクレア AI のエンヘンス機能で2倍まで上げます。この機能は無料で使えるのでおすすめです。クリーンで生成した動画をトッパズビデオ AI で4倍までサイズを上げて AI モデルはリヘアを選択します。コーデックの設定では H264 をプロレスに変えます。エクスポートをクリックしたら完成。クリングは今業界をリードしている動画生成 AI サービスです。同じ時間同じ労力同じプロンプトでもより良い結果を得られます。ただしクリングは中国のサービスなのでおそらく個人情報を取られることを懸念されている方が多いと思います。もし日本にもっといい動画生成 AI サービスがあればそれを真っ先に紹介したい気持ちは強いですが、日本ではまだそのような開発に着手できていない状況です。研究費の問題や動画生成 AI モデルの収益性に疑問を持っているため開発になかなか踏み切れないのが現状です。既存のサービス API を活用する方がより効率的だと考えられているようです。日本らしさを表現できる独自の AI が早く登場することを願いつつ今回の動画を締めくくりたいと思います。以上 RKJ ビデオのりょうでした。今回も長い動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。